今までのスプリットは、アルファアース版でしたが、エピソード6のアクト1でオメガアース版が来るのではないでしょうか。皆さんこんにちは、はるるです。このチャンネルはバロラントの最新情報や考察、感想を扱っているゲームの考察情報感想系チャンネルです。今回はハーバーのエージェントトレーラーについて、細かく解説と考察をしていきたいと思います。説明がないとわからないところが多いと思うので、一緒に見ていきましょう。いきなりですが、まずはここから、このウォールアートは、エピソード5のアクト2のバトルパスの50レベルで入手できる、ライジングタイドカードにとても色合いが似ています。この後正体がわかるので、頭の片隅に置いておきましょう。お次はこのバイクです。先日公開された、ティザー動画において、レストランの横を走り去っていくバイクがいましたが、この2人だったみたいです。次はこの左腕につけているものについて、これは、レルムという、過去にフェイドが所属していた組織。ざっくり組織の目的を説明すると、異物を集めて守ることです。そのレルムから盗まれたとされる、異物、アーティファクトですね。この説明については、バージョン5.03と5.04の演習場の地下にある、ブリムストーンのオフィスにある、パソコンに届いていたメールで確認することができました。この場面は、先日公開されたティザー GIF ですね。ハーバー関連の匂わせだったとようです。この機械といい、先ほどのヘルメット内の AI を見ると、この世界では誰でも手に入れようとすれば、高度な技術を使用できる世界のようです。ちなみに、アルファアースと呼ばれる、表の世界の、エージェントたち以外の技術レベルが映し出されることは、ほぼないので、実はこれめちゃくちゃ面白い場面です。ストーリーに詳しい方に補足ですが、エージェントが、バロラントプロトコルと呼ばれる、チームに参加する前のことを、口にしているので、そこからは少しだけ分かっていた部分もありました。どうやら、このカードはこのアーティファクトが起動している状態のようです。このアーティファクトの能力ですが、明らかに車を避けていますよね。ということは、ゲーム内でも地面に沿って、障害物を避けて壁を焚くことができるのでしょうか？壁の長さ結構長くないですか？次にゲーム内の話ですが、壁に対して当たり判定があるとなると、政治の壁レベルですが、それがこの長い距離焚けるわけがないので、おそらくないでしょう。この左からのタプーは、レルムのマークです。ハーバーがレルムという組織に対しての忠誠度が伺えます。ではなぜ彼が組織を裏切りアーティファクトを盗んだのでしょうか。これらに関しての裏付けは、バージョン5.03の演習場の裏にあるボードと、先ほどの説明した、バージョン5.04でされています。先ほど、技術レベルの話をしましたが、爆弾はわかりませんが、このヘルメットはどうやら、アーティファクトの一部のようです。異物が喋れる、マーベル作品に出てきそうでワクワクしますね。ハーバーはインドの海岸地域出身らしく、母国語でジャーナと話しています。この人物、予告の画像にハーバーと共に並んでいましたが、彼はグリーブ大佐。フェイドの元上司にあたる人物です。そして、バロラントプロトコルの皆が、辺りを捜索し出したタイミングで、フェイドに対して、身内の話だから手を出さないでと話しています。これらの裏付けに関しては、先ほど説明したメールで確認できます。おっと。グリーブ大佐はハーバーを殺してでも、アーティファクトの回収をしたいようですね。反対に、ハーバーはアーティファクトの力を使って、グリーブ大佐を始末することは可能でしょうが、それをしない。果たして、殺してでも異物を守るのは、レルムの思想に合っているのでしょうか？グリーブ大佐の目的が違うようにも見えますね。とんだ一日だった。思ったよりイケメン。いや、とんだ数ヶ月か。ここの数ヶ月が意外が、すり合わせができたら少し面白いことになります。バロラントのストーリーの時系列は割と明白にいるのですが、ちょうど今、オメガアースのパールへの作戦後に、ハーバー関連の捜索が行われています。
フェイドがグリーブ大佐に聞いた時点では、すでにハーバーはアーティファクトを手に入れ逃亡していました。となると、前回のパールへの作戦と今回のハーバーの登場が、少なくとも数ヶ月は空いているとするならば、6月22日に公開されたパールからリアルタイムと同じように、時が流れている可能性があるということです。これまでストーリー間の時間の進みが話されていないので、頭の片隅に置いていると面白いかもしれません。この時点ではアーティファクトはつけていませんね。この機械にあるマークは、レルムですね。一組織が持てる技術のレベルが、とてつもなく高いですね。あれ？この時点では、グリーブ大佐とハーバーは敵対関係のようでないようです。純正のファントムの音って、今だと聞かないですよね。一瞬神武器かと思ってしまいました。どうやら、この二人の目的は、アーティファクトの回収だったようです。異物を確認。床もアーティファクトと同じマークをしていることから、この場所はこの異物専用に作られたようです。となると、今回はレルムはなぜ回収しようとしたのでしょうか？これではすでに守られているのではないでしょうか？こんなのは見たことがない。上から落ちてきたステキが浮いていますね。これはテザー動画でも確認することができましたね。これはアーティファクトが光って目に映っているだけですが、個人的に、ナルトのシャリンガンを思い出しました。グリーブ大佐の言っていた、ハーバーが異物を盗んだというよりかは、異物がハーバーを選んだように見えますね。熱い展開ですね。古代の異物は仕事で5万と見てきたが、それは、特別だった。奴は知っていたんだ。悪いなバル、そいつを俺にくれ。さっさとその異物をよこして司令官の使いっ走りに戻れよ。俺は本気だ。よかったですね。これからプレイヤーのみんなが使うエージェントは、ただの悪人のようではないようです。悪い上司に陥れられた、良き心の持ち主のようです。これは新エージェントあるあるなんですが、一回悪い風に見せてから、実は信念を持っていたんだよと見せるのが、フェイドから続いていますね。こんな大佐のいる組織、フェイドは抜けれてよかったですね。弾丸を吸収しているように見えます。バージョン 5.07 のサイファーのオフィスで見れる画像では、弾いているように見えたのですが、アストラのアルティメットのような感じでしょうか？エージェントバトラーが裏切った。奴を探せ。これで辻褄が合いましたね。フェイドがグリーブ大佐に連絡したとき、実質ただで都合で集団を使える状況を絶ったのは、自分たちで見つけて、グリーブ大佐が異物を自身の懐にしまうためだったようです。悪い上司ですね。今やレルムが追うのは、異物よりもこの俺だ。壁だけじゃなくて、オーバーウォッチのザリアのように、自分だけを守ることもできるんですかね？これは敵の足を遅くさせているように見えるので、フェイドのアルティメットのようなイメージで、範囲スローが使えるのでしょうか？今度はフラッシュでしょうか？弾を吸収する壁、自己を守るバリア、敵をスローにする波、そしてフラッシュとなると、バイパーやアストラの代わりになりそうです。だが幸い、策はある。遅いぞ。ああ、お前重いな。ハーバーが遅いと言っていい、ブリムストーンが嫌な顔をしていますが、実は、バージョン 5.07 でブリムストーンのオフィスで聞けるボイスメールにて、アストラ、もしウォーターボーイが異物を使えるならゲームチェンジャーになると話しています。これめちゃくちゃ面白い話なんですが、
ミノルはオメガアースへの作戦は待ち伏せされていた上に、パール自体エージェントたちが驚くほどの技術レベルでした。で、アストラのゲームチェンジャーになるという言葉。ハーバーの持つ異物の力で、続く、エピソード6のシネマティックトレーラーに大きな影響を与えるということです。個人的な予想は、今のところ、フェードが追加され、パールが追加され、次にハーバーが追加とくると、新マップを想像されると思われますが、皆さん大好き削除されてしまったマップスプリットの復活ではないでしょうか。今までのスプリットは、アルファアース版でしたが、エピソード6のアクト1でオメガアース版が来るのではないでしょうか。今まではアルファアースのマップしかありませんでしたが、パールが来たことで、オメガアースのマップも追加されることが分かったので、これはかなり期待していいと思います。ハーバーの持つアーティファクトの力が、これからストーリーにも、ゲーム中にも盛り上げてくれると確信しワクワクしています。ようこそバロラントへ。ブリムストーンの口から正式に21番目のエージェントとして加入しましたね。あれ ?20 番目でしょと思う方もいるかもしれませんが、実はエージェント8が存在し、現在何かしらの理由で、メインの作戦に関与していません。ですので、21番目なんです。ぜひ友達に自慢してみてください。チャロ。さて、今回の動画は以上になります。皆さんはどう思いますでしょうか？また新しい情報があれば、共有したいと思っているので、よろしくお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。ぜひ、コメントで皆さんの考察も聞かせてください。バイバイ。